正弘のうまいのランド。うまいのランドの正弘です。今京都の大潟に来ております。冬の大潟といえばタイザガニですね。こちらでタイザガニのうまみを満喫したいと思っております。久しぶりにやってまいりました。どんな料理が出ますでしょうか。うまいのなんのはい、タイザガニがなぜ希少かと言いますと、港が小さいもんですから漁船が少ないし、小さい船なのですぐ出てってすぐ戻ってくる、何日もかからないですから、カニは鮮度が命、それが希少であって質が高いっていうことでタイザガニって皆さんおっしゃるんだと思いますね。その一杯を甲羅から爪の先まで堪能しようという大型のタイザガニのフルコース。カニが出てくる前に大型の名物のエビ芋が出てきます。もう丸ごとそのまま、里芋の仲間なんですけど、甘くてとろくて舌触りがシルキーみたい、とても美味しい。美しいもみじの季節。因为我们员工旅游是去猎白色鹿嘛，所以好多人都想参加我们的员工旅游，在那个就是枫叶下面吃蟹。对啊，而且是被枫叶给包。就是直接把那个なんと香ばしい香りです。その甲羅酒なんですけど、お酒が強くない方にはちょっとすごい酔っ払っちゃうかなと思って、カニ味噌とお酒がこんなに合うかって、口の中にカニ味噌を入れてお酒を飲むと違って、両者一体になったものを熱々のうちにいただく、冬ならではですね。カニ味噌とカニの身がたっぷり入った甲羅酒で、うまいのなんのって感じですね。一番最後にご飯の代わりにいくつか出てくるんですが、全て召し上がってもよろしいですよっていうんで、お客さんみんな食いしん坊だからみんな取っちゃうんですが、まずはサバ寿司、海苔を挟むっていうのが尾形らしいかなということなんですが、もしくはカキフライ。尾形さん広島出身なんで、きっとカキにこだわってるんじゃないかなと思います。それと、関西にしては珍しいお蕎麦、十割蕎麦ですね。香りがとてもいい、新蕎麦のそのものが出てきて、これを3ついただくと本当に満腹です。そしてデザートはトロトロになった牡蠣なんです。美味しくいただきました。大型でカニのフルコースなんですけども、本当に甲羅から爪の先まで、隅々食べられる、甲羅酒に至ってはお味噌の中に酒をたっぷり入れてもう飲むと、もうカニの酔い心地みたいなんですが、炭火で焼いてる間にお部屋の中にカニの香りが漂ってきて、その香りを下地にしながらこうすくっていただくんですが、カニは本当に冬の名物なんですが、とても今高価なごちそうになってきて、フグと並ぶ冬の大ごちそうかなと思います。12月だけ、このカニのフルコース堪能できます。美味しくいただきました。